ンカンテーションで潜在意識を活性化する7つの方法。インカンテーションという言葉を聞いたことがありますか？潜在意識に働きかけることで幸せを引き寄せる方法の一つです。アファメーションと何が違うの？と疑問に思いますよね。アファメーションとは自分の願いが叶うことを繰り返し言ったり、書いたり、見たり、想像することで自分の潜在意識に自分の願いをすり込む方法です。インカンテーションはパワフルでポジティブな言葉を身振り手振りで言うことで潜在意識を書き換える方法で自分の基本的なスタンスを書き換えるのに向いています。そこで今回はインカンテーションで潜在意識を活性化させる方法について詳しくお伝えします。1、基本姿勢をポジティブにしたい時に効果的。インカンテーションはどんな時に効果的なのでしょうか？例えば、自分に自信がないと感じている時や、自信があると思いたい時にインカンテーションはおすすめです。また、自分はこういう人間だというセルフイメージをポジティブなものに変えたい時にもインカンテーションは有効です。そのため、インカンテーションを行う際には、自分がどんな人間になりたいのかをよく考えてみましょう。2、やり方、叫んで動ける場所を確保する。インカンテーションは身振り手振りでポジティブな言葉を声に出しているものなので、周りに誰かが常にいるところだと恥ずかしくてできませんよね。なので、インカンテーションができる場所を探しましょう。周囲を気にしてインカンテーションに集中できないことを避けたいので、一人でしっかり大きな声を出せる場所を確保してくださいね。やり方、ポジティブな言葉を大げさな身振り手振り、ジェスチャーをつけて力強く言う。場所を見つけて、なりたい自分の姿を言葉にしたら、いよいよ実際にインカンテーションを唱えてみましょう。劇の中に出てくる役者のように、大げさな仕草や力加減でポジティブな言葉を言ってみましょう。私はできる。私はポジティブだ。私はパワフルです。などなど、なりたい自分を力強く声に出して言うことから始めてみましょう。決まったジェスチャーはないので、何度か言っているうちに自然と出てくるジェスチャーをつけて言い続けましょう。やり方、恥ずかしがらずに堂々とハイテンションでやりましょう。インカンテーションの目的は自分を強く信じさせることなので、やっている間はどうせ無駄だと思って恥ずかしがったり諦めたりしては意味がありません。インカンテーションを唱えている間だけインカンテーションに集中して人が変わったかのようにやってください。それでも恥ずかしいと思ったら演技をしているかのようにやってみましょう。インカンテーションに極端に没頭している人がやっていたらどうなるかを想像してみると分かりやすいでしょう。方法、毎日やること。潜在意識を書き換えるには少しの根気が必要です。そのため、毎日インカンテーションを行いましょう。インカンテーションをした後は、以前よりもポジティブな気持ちに慣れていますが、日常生活に戻ると、以前の自分に戻ってしまいます。これまでの自分から変わるためには、以前の自分に戻る前にインカンテーションを行って、なりたい自分に変われるよう心がけてください。インカンテーションは、ポジティブな自分に洗脳することができます。インカンテーションとは、なりたい自分になるための行動ですが、その方法は洗脳とも言えるものです。インカンテーションの重要な部分は強く信じることなので、強く信じるためには何をすればいいのか、ということを念頭に置いて行うと、大きな効果が見込めます。実際にインカンテーションをするときには、声の大きさや仕草のパターン、言葉の選び方など、自分に合っていると思うことがいくつかあります。気持ちよくできることも、インカンテーションをうまく使うためには大切なことなので、気持ちよくできる状態をキープするようにしましょう。五感を総動員して思い込みをする方法である。インカンテーションは言葉の力、自分から発言する力、ジェスチャーの力、発する言葉を聞く力などの思い込みに人間の感覚を総動員するのです。なので、五感に訴えかけるような真剣さでやれば、すぐに効果がわかると思います。
インカンテーションを唱えて潜在意識を活性化させる方法の具体的な内容についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか？日本人にはあまり馴染みのない方法ですが、実際にやってみると意外とのめり込むかもしれません。インカンテーションで使う言葉ですが、声に出していることが大切です。自分の願望に沿ったものでなければなりません。短く、要点を押さえた言葉であること、前向きな言葉であること、何にするかは自分で決めることを心に留めておきましょう。その言葉を壁に貼っておくとスムーズに言えます。インカンテーションをうまく活用して潜在意識を書き換えて幸せを引き寄せましょう。